シェラ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日の動画は我が家のある日の夕食アレンジ版そぼろ丼秘伝の常備甘だれにスウェーデンの卵の値段、そして20分でできて子供も喜ぶゆるゆるクッキングの様子、そしてみつパパが思わず突っ込んだ8歳息子くんのスウェーデンの小学生あるあるの態度とは。リアルな男3人家族の食卓、最後までお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパの常備だれで簡単20分豚そぼろの卵丼。皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。リカパパがここにいます。何隠した今？めっちゃ冷蔵庫見れてるし。何隠したの？ちょうどワイン開けようとしてたところだよね。クッキングワインだね。クッキングワイン今飲むんでしょ？料理を作る。はい、ということでこちら買った家なんですけれども、今日はなんかご飯を作ろうと思って動画を回し始めました。で今日は何を作る？今日はいつももううちでは定番の1週間の食卓とかでもよく出てたんですけど、そぼろ丼を作ろうと思います。美味しい。だけどなんかいつもそぼろ丼定番だから、ここ入る？ちょっとナッツが食べたい。ナッツを食べたいからちょっとスナックス。これごめんね。これライブ？ライブじゃない。ごめん。どうせだったらここ入って。いつもそぼろ丼を作るんですけど、そぼろ丼いつもちょっと飽きちゃうので、ちょっとアレンジにしてみようかなと思って、ちょっとうまくできるかわからないんですけど、とりあえずなんか動画回してみようかなと思いました。アレンジっていうのがいつもそぼろってそぼろとお肉と卵と、豆とか緑色のものみたいな、この3色のことが多いんですけど、今日豆は冷凍の枝豆がいっぱいまだ残ってたんで、これをもう温めるだけ。ピーマンじゃなくて枝豆。枝豆。そう今ピーマンなかった、グリーンピースで、ここで今お肉をそぼろを作って、でここでもう今お水入れてあるんだけど、これだしでちょっと卵とじにしてみようかなと思って、いつもと違う。卵とじのなんかちょっとなんとかな、卵丼みたいな感じにして、でそれと別にこの2つをかけようかなと思ってます。うまくいくかわかんないけど。ご飯も炊いてますか？ご飯もう昨日のやつがおひつに入ってるから、もうそれを温めて食べようかなと思ってます、なのでめっちゃ簡単にできると思う。さあ約20分でできちゃうとっても便利なそぼろ丼作っていきますよ。で今日はこのチューブをこの前いただいたので、ニンニクじゃなくて生姜の方を使おうかなと思います。外が明るくなったから今5時半です。夕方のもう油がないけど、もうこれでなんとかいけるかな。そして今日はちょっとだしを少し軽く入れて、これ常備してるなんか照り焼きソースみたいなやつなんですけど、醤油とみりんと酒と砂糖、結構甘めになってるので、これはちょっと控えめにしながら、でもちょっと卵は甘めの方が美味しいので、こんな感じでやりたいと思います。ここにネギを斜め切りにしたものを入れて、煮立ったら卵で閉じるだけです。卵は L サイズ20個で66クローナぐらい、日本円にすると約1000円ぐらいですかね。皆さんのお住まいのところでは卵おいくらぐらいですか？コメント欄で教えてくださいね。卵は大好きなのでいっぱい使っちゃいます。息子君いつもそぼろ丼は好きなんだけど、このアレンジを気に入ってくれるかどうか。どうかな。子供ってさ、なんかいつもと同じものじゃないとあんまりなんか嫌がるパターンないですか？なんかいつもとちょっと違うだけで食べたくないみたいななるときありません？軽く混ぜて、これはだいたいひき肉はだいたいいつも 400g で売ってます。スライド
あ、いい感じで甘いと思う。いつも大体このひき肉は冷凍で常備してあるので、こんな感じでそぼろ丼を作るのよくやります。そして今日はこの前日本で買ってきた八丁味噌を使ってそぼろをこの赤味噌で味付けようかなと思います。で卵は甘めにして、このお肉はあんまり甘くしないっていうパターンにしようかなと思います。でお味噌はいつもだいたい冷凍して保存してます。すごいこの IH だからすごいビービー言うんだけど、日本の IH そんなビービー言わないよね。なんか実家のキッチン IH なんだけどビービー言ってないからかな。もうちょっと甘くてもいいかな。なんかいつも適当に味を見ながらやってるのでグラムとか、あ、いい感じだと思う。お味噌は軽く溶いておきます。多分ね、好みはあるんだけど、そぼろはちょっとしっかりめになんか炒める、油が出てくるので、出てきた油でまたカリッとさせる感じに一回してます。ここに生姜も入れて、ここにネギを入れます。僕はあんまりネギ好きじゃないんだけど、多分こうしたら少しは食べれると。こんな感じで、八丁味噌の時は結構この味噌に砂糖入れてみりんとか入れて甘めにすることが多いんですけど、今日は卵を甘めにしてるのでお肉はしょっぱめにしています。キムチの素のこっちで買ってるキムチの素なんですけど、ちょっとあんまり辛くないので入れちゃいます。これ昨日息子くんもちょっと味見して、そんなに大丈夫みたいな、ちょっと舐めるぐらいだったらって言ってたので大丈夫だと思います。卵とじにしちゃう感じです。すごい、もうちょっと強くしてください。すごい焼き枝豆みたいな。軽く塩振って火を弱めて、味噌汁昨日の残りがあったんですけど、ちょっと残りが少なかったので今お湯を入れて、もうこの湯気を入れて、これを入れてもう済まそうと思います。これがもうほとんど、もういいね。でこれで残ってる、ちょっと少しの残ってる卵をもう上にやって、で蓋をして半熟にしておきます。これをね、弱火でちょっとやっていくとチリ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 、なんかカリカリとまでは言わないけど、なんか歯ごたえのある感じになるので結構これが好きです。そしてお味噌汁について、昨日の味噌汁はね、ブロッコリーとカブだったんですけども、あんまり具もそんなに残ってなかったので、この油揚げとわかめとが入った乾物を入れて、今日のお味噌汁にしたいと思います。このもう火を止めて、なんかこのお味噌汁の蓋をつけてちゃんとしてるとかって褒めていただけるんですけど、実際はなんか蓋しておいとくとなんか早めについでも冷めないので便利っていうだけです。電子レンジで温めたおひつご飯です。僕もこれぐらい食べれるかな。この半熟の卵をまずは乗っけて、なんか見た目あんま綺麗じゃないか。
ご飯できたよ。ご飯できたよ。なんか見た目があんまり綺麗じゃないかも。卵を全部にしちゃったけど、卵を一箇所に寄せるの。こんな感じです。まあ、三色丼にはなったかな。海苔をかけて、ちょっと雑な盛り付けでちょっとお恥ずかしいんですが、そぼろ丼の完成です。さあ、2人は喜んでくれるかな。ご飯だよって。すっごい頭ボサボサになっちゃった。はい、いただきます。いただきます。お、押した。少し切るけど。本当だ。ちょっと待って。あ、今日はいつもとちょっと違うんですよ。そぼろの卵をちょっと卵丼風にしてみました。どう？美味しい。本当？あ、よかった。卵いつもとちょっと違う。いつもは卵もそぼろにするけどね。そぼろ丼は何かの意味がある。そぼろっていうのはこのお肉みたいになんていうのかな、ちょっとボロどういう意味かよくわかんないパパも実は。でも多分ちょっとそぼろってこうボロボロしてる感じ、こうぐちゃぐちゃしてて、でもベタベタはしてない。肉そぼろ丼。いつもは卵もそぼろだけど、今日はちょっと肉だけどね、そぼろ。でもなんか枝豆のコリコリ感が美味しいかも。これまでのキムチベースの。ちょっと塩こし。あ、お肉まだ欲しかったらまだあるから取っていい。卵と枝豆は全部使っちゃったけど。しかもこれ20分ぐらいでできるから、すごい簡単なんだよ。肉は味付けは何ですか？基本的には赤味噌、八丁味噌。でもこれさ、ちょっとさ、マヨネーズかけたくなるよね。あ、そうね。マヨネーズで欲しいな。あとこの七味。あ、マヨネーズやっぱうまいね。これこの前と同じにスープ。昨日お椀の中で食べなさい。今日学校から帰って宿題をしましたか？ねい。でも日本語の勉強したの。あ、それ。自分の名前漢字で書いて、昔日本の学校行ってた時にもらったプリントがまだ残ってたから、それを頑張ってやりました。どうだった？難しかった？あ、キムチの音。なんかサマータイムになったじゃん。めっちゃ明るいって感じ。いきなりすごい時差ボケ。そうね。そうね。もう6時過ぎた。もうこんな明るいからさ、なんかまだ3時4時ぐらいかなと思うとこんな時間だもんね。もうすぐホワイトナイト。ミッドナイトサンデー。ホワイトナイトって言わないもんね、略やって日本語では言うと。日本語だと夏夜も明るいじゃん、そのことをホワイトナイト V の日本独特の翻訳だ。でもいい翻訳だと思う。白夜ってなんかすごいこういいイメージがある。全然違う話だけど、明日銀波あるでしょ。銀波で外銀波さんなんかメールあった。メールあったね。学校でなんか言ってなかった。全然書いてない。なんかいっぱい。本当？ちょっと多かったかな。あの私と同じぐらいだったけど。そうね。でもご飯はだいぶ少ないよ。来週ストックホルム行っちゃうね。出張よね。もうその次の週シンガポール。月曜日から日曜日から何するかな。これからテレビを見るか。何のテレビ？僕なんか久しぶりにマリオパーティーしたい。マリオパーティー？久しぶり。まあいいよ、今日早いし。でもリカパパはこれ時間ある？マリオパーティー結構長いね。でも今日早いから。ちゃんと座らないと。背筋ピンだよ、背筋。
そしてこの後息子くんの態度にビーツパッパが文句。スウェーデン小学生のあるあるの態度とは。じゃあ今日は後でマリオカートする？マリオパーティーする？ねえ、だからそのさ、OK っていうのやめてくれる？なんか自分からやりたいって言ったのにさ、OK やってあげるみたいな、その雰囲気ない？何、スウェーデンの子ってみんなそうなの？学校とか。やったー！だってやりたかったんでしょ、マリオパーティー。久しぶりに3人で。ってさっき言ったよね。そしたらさ、じゃあ後でマリオパーティーやろうかって言ったら、イエーイとかってそういう風にならないの？イエーイってなるとき大体さ、今日のご飯お寿司だよっていう時だけだよね。イエーイみたいな。こはなんかマインクラフトに行けれる行くってイエーイかなんか。スウェーデンの小学生は I just wanna be cool。I just want to be cool。それかそれルレオなのかな。なんかあんま感情をさ出さない人が多いじゃん。子供に限らず。Vad jag vet. Så tror jag att de är. いやでもさ、こういう感じの子多いよね。Vad jag vet så tror jag att de är svärande. Och jag har hört. I just wanna be cool med YouTube channel。Jag hör dem nästan varenda dag jag sover. Jag bara... ごちそうさましますか。はい、じゃあ手を合わせて。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。Skrapa ur grönsaksresterna i komposten。さーて、来週の二人パパは？息子くんです。そぼろ丼は正直いつもの方が良かったってミツパパが言ってた。僕はどっちでも美味しかったけどね。そして次回は北国の春の準備をしたりお家のお掃除したんですよ。その時僕ら住むの町の大きなリサイクルステーションに行ったのでその様子を取材します。大きなドライブスルーの分別や新しいリサイクルのルールについてもお話しするみたい。ぜひチャンネル登録やお知らせのベルマークをオンにしてお見逃しなく。次回の動画でお会いしましょう。ヘロSten, sax, påse. Vad blir det? I love you. Papa.